今回の研究テーマはバブルリングの達人にインタビューです。今回は私の人魚のお友達マーメイドリナちゃんをご紹介します。彼女のバブルリングの腕前は人魚の学校でも1、2を争うほどです。リナちゃんにバブルリングのコツ、どうしたら美しいリングが作れるのかを詳しくお聞きしましたよ。リナちゃんご自身のご紹介、マーメイドスイムの風景も合わせてご覧ください。こんにちは、素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。人魚の定番パフォーマンスといえばバブルリングですよね。口からプッと息を吐いて輪っかを作る技です。野生のイルカもバブルリングで遊んだりしますよね。自由自在にバブルリングを作れると、より本物のマーメイドに近づけるかもしれません。人魚の学校の練習会でもたくさんの生徒さんがバブルリングを熱心にトレーニングしています。でもリングがすぐに消えてしまったりしてお悩みのマーメイドさんも多いのでは？人魚友達のマーメイドリナちゃんはバブルリングの達人です。作ったリングに自らが飛び込んで泳いだり、他のマーメイドさんが輪くぐりしたりと高度なテクニックを披露されています。今回はリナちゃんにインタビューをしてバブルリングのコツを伺いました。ぜひ最後までご覧くださいね。はい、ではバブルリングの達人のリナちゃんにそのやり方を極意を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。まず口の形なんですけど、どんな風にしてますか？口の形は私はプッて軽めにプッてやる感じでやってます。私はなんかパピープーペこういろいろありますけど、プ型なんですね。そうなんですよ。私はなんか本当に軽くプッてやる感じでやってます。息の強さっていうか多さ、どのくらいでやってますか？そんなに気張らず、本当に口から漏れる程度にプッてやるぐらい軽めな感じで私はやってます。なんか作るのにコツみたいなものってありますか？コツはとりあえずやっぱ水流を作らないようにして、ちょっと体を落ち着かせるとちょっと多めにこうなんていうんですかね、下に潜ってここら辺でこうやるとやっぱ水流できちゃうので、ちょっとこんな感じでやって、ちょっと落ち着いたと思ったらプッてやる感じで。体の体勢を整えることと顔の周りで手を動かさないことですかね。そうですね。それで簡単に軽くプッてやるだけで結構簡単にできると思うんですけど、それがなかなか難しいんですよ。でもさすが達人ですね。後でその模範演技の映像をご覧いただきたいと思います。ありがとうございました。ということでリナちゃんの模範演技を見ていただきましょう。これはリナちゃんと私が一緒にそこに潜ってバブルリング練習をしているところです。素早く底に沈んでいますね。水底に着いたらすぐに体を反転させて、体が水底に対して平行になるようにします。つまり仰向けの体勢ですね。手で水をかいて体勢を固定しますが、リナちゃんのご指摘通り、できるだけ腕を開いて顔の周りに水流を作らないようにしています。確かに力んで息を大量に吹き出してはいませんね。軽くプッと吹いている感じです。美しい泡が出ました。完璧です。このように透明でツルツルしたリング状の泡がパーフェクトなバブルリングです。次々とリングを作り出しています。これだけの数を水中で作れるのはかなり肺活量があるからでしょうね。素晴らしいです。お見事。そして別のテクニックをご覧いただきましょう。リナちゃんはすでにそこでスタンバイしています。そして美しいバブルリング、上昇するに従ってリングは大きくなっていきます。すかさず別のマーメイドさん、リナちゃんと仲良しのサラフィナさんですね。リングに向かって先行して輪くぐりしました。素晴らしいコンビネーションです。さらに続くリナちゃんのバブルリング、この息止めの長さ、さすが人魚の学校でもトップクラスのバブルリンガーです。両腕を頭の後ろで組んで余裕の姿勢を見せています。サラフィナさんも上からリナちゃんを見ていますね。そして最後はゆっくりと上昇。以上、マーメイドリナちゃんの模範演技を見ていただきました。ここからはリナちゃんのご紹介とマーメイドスイムの上達法についてお話しさせていただきますね。もう1年近くリナちゃんとは時々練習会をご一緒させていただいていますが、最初にお会いした時からこの方はきっと伸びると確信していました。実際この1年でぐんぐんと上達されていて、リナちゃんの進化にいつも驚かされています。
なぜりなちゃんがこれだけ上達スピードが速いのか、あくまで私の個人的な考えですが、おそらく3つ理由があります。1つ目、苦手な技術を徹底練習。りなちゃんは自分で課題を決めたらとことん練習されるんですよ。飛び込みを練習されている風景です。飛び込み上手くなりたいと毎回練習会でトレーニングされてます。もう何度もひたすら飛び込みです。普通マーメイドさんはどうしても得意なことばかりやりがちです。先生が動画で撮影してくれるというのもあって、いいとこを見せたいと思ってしまうものです。だから自分ができることばかりしてしまう。私もそういうところがあります。でもりなちゃんは苦手なものこそ熱心に練習するんですね。2つ目、先生や仲間に質問する。りなちゃんは最初にお会いした時に、練習会の後も耳がガサガサ言うんですがどうしてですかって私に質問してくださいました。理由はおそらく耳抜きタイミングが遅れて内耳に体液が溜まっている症状だと思うんですが、それはともかく、自分が疑問に思ったことはすぐに人に聞いたり調べるという姿勢はなかなかできることではありません。なんでかなと思ってもその場限りで忘れちゃったりね、大抵の人は深く考えないんです。でもりなちゃんは知的好奇心が旺盛で、なぜをそのままにしないんですね。人に質問する勇気がある人なんです。3つ目、行動が早い。この間りなちゃんにメールで使ってるダイビングマスクどこのですかって聞かれて、ショップのアドレスを教えたんですよ。そしたら1分後ぐらいに買いましたって返信が来たんです。女性ってお買い物に時間かける人多いじゃないですか。もっと比較したり迷ったりしなくていいのとても驚きましたね。他にもバブルリングの練習のためにと2枚ヒレの B フィン、ウェイトベルトも持ってきましたって次の練習会に用意されてたんですね。このフットワークの軽さはすごいです。あくまで私の経験から申しますが、返信とかにも言えるんですが、レスポンスが早い方は仕事もできることが多いですね。私も見習いたいなと思いました。1、苦手な部分を徹底練習。2、疑問をそのままにしない。3、行動が早い。この3つの資質がある方はマーメイドスイムに限らず様々な学習において爆伸びする方が多いです。もしマーメイドになりたいな、自分も水の中を泳げるようになりたいなと思った方は、りなちゃんのようにフットワーク軽く行動してみてください。そうしたらきっと新しい世界が開けますよ。人魚の学校にいらした時はぜひご一緒にバブルリングの練習をしましょう。インタビューに答えてくださってりなちゃん本当にありがとうございました。ではまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。